こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ジャングルの穴に落下して7時間ぶりに拠点に戻ってきたところまでです。こういうのも出落ちっていうのかしら。むしろこれこそが出落ちと言えると思います。それはさておき、実は異様なプレッシャーに襲われています。色々最悪のこと考えてしまうんですよ。クリーパーが降ってきて頓死するとか、水で流されて溶岩に落ちるとか、ウィッチの毒ポーションで体力減らされてスケルトンに射抜かれるとか。あら、どれもデジャブ感に襲われそうね。ともかく準備です。地道に村の宝箱とかでダイヤ集めておいてよかったです。これで難易度ハードのクリーパー不意打ちには耐えられます。あと木を持っていないんですよ。環境保護指定エリアだった拠点周辺の木も、もうこの際なので取ってしまいます。なりふり構わずという感じね。この木はきっと、今日切られるために生えてきたんです。さて、これで武器防具は OK です。エンチャントなしなので心もとないですけど今はこれが精一杯です。松明を用意して、今は食料の用意をしているところなのですが、ふと地下に焼き魚が保管してあることを思い出しました。あと念のためエンチャント付きの弓も持っていかないと。ダイヤのツルハシも必要かもしれないですが、どれも耐久ゲージが微妙ですね。新しいのを新調します。あとどの地図を持っていくか迷いましたが、荷物の量の兼ね合いで2枚だけにします。そして最後に、こんなこともあろうかと保管していたサドルを1つ持っていきます。つまりまだサドルが10個残っているから、あと10回死ぬことがあろうかと思ってるのね。すみません、あろうかというのは嘘です。さてこれで思いつく限りの準備はしました。ぼちぼち出発します。人事は尽くしたし、あとは天の裁きを受けるのみね。さて早速、道中の足としてそこらにいた馬を飼いならしました。でも少し困ったことが起きてます。手持ちのアイテムにリードがないんですよ。まだ湿地を見つけてないので水蓮の葉もありません。川は迂回するしかないですね。途中、穴に落ちて困っている鶏たちを見つけ、助けずにはいられなかったです。あら優しいのねどうしたのよ。実はこれ、アイテム回収中にモブが湧かないようにするためのランダム調整だったりします。さて、ぼちぼちこの馬とのお別れの時間が迫ってきました。道中の湿地で集めた水蓮の葉は12枚、リードはなし、この広い海を馬と共に渡るのは無理です。馬よ、さようなら、そしてありがとう。私は使命を果たすために先に進みます。この人何を言っているのかしら。さて、ぼちぼち落下地点までの長旅も半分を超えたあたりです。ジャンクの表示が目前まで迫っているので船の位置ずれがひどいようです。まあようやく対岸にたどり着きました。そして陸地に上陸後、わずか2分で次なる旅の道連れに出会うことができました。これはついてますね。馬にとっては不運よね。それから20分ほどして、ジャングルの落とし穴の真西のポイントまでたどり着きました。屋根状の森が茂っているのでこの馬もここでお別れです。ここから地図半分ほどの距離を真東に進めば落とし穴です。緊張してきました。そしてついに、1時間と10分ぶりに、私は戻ってきた。で、あれと思ったのですが、なんでこんな大きな穴に私は落ちたのでしょうか。ジャングルを歩いている時わずかでも下を見てればこれ落ちずに済んでいましたね。まあそこで下を見ないのがテリーよね。まあともかく、下降中は下が全く見えないのでモブが湧いているかヒヤヒヤものです。とりあえず一部ですがアイテム回収です。
しかしなんか少ない。水に流されて散乱してしまってるかもしれません。確か落ちた時はインベントリがびっしりだったわよね。嫌がらせのように縦長の洞窟に水が流れ込んでいます。ちょっと冒険になるかも。今ちらっと洞窟の底に明かりが見えていたわよ。溶岩かも。いえいえ大丈夫、ただの廃校でした。って廃校ですか？なんでよりにもよってこんなところに。うひょー痛いです。せっかく今が遅い時なのにモブが出てこないわね。ランダム調整してますから。というか明かりがあるからでしょうか。拾いたいのに拾えないので優先順位低いアイテムと入れ替えておきます。あ、これひょっとして、やっぱり黒曜石でした。あらこのワイ座標、ようやく地下に戻ってきたわね。全く何の因果でアイテム回収のためにここまで降りないといけないんですか。さてあと数分頑張らないと、のんびりしていられないです。浮上中、石に引っかかって水に流されていないアイテムを見つけました。へえ、こういうケースもあるのね。これちょっとやばいです。水の流れてる場所を探し直ししないといけないです。早速重要アイテムの地図を見つけました。この分だと全部のアイテムを回収するの無理っぽいわね。さて、とりあえず目についたアイテムは全部回収しエンダーチェストにしまいました。回収漏れがあったか未知数ですが、時間は優に5分経過しています。ゲーム終了後、録画データを付き合わせながらアイテムを確認したところ、3つ紛失しているアイテムがありました。紛失したのは、無限のエンチャントのついた弓、確か火炎耐性がついてたような気がするダイヤブーツ、そして16枚目の地図でした。着実にテリーが弱体化してきているわね。メサを見つけ出すのが長引けば素でプレイの時代に戻りそうです。まあ何にせよシルクタッチを失わなくてよかったです。ぼちぼち地図埋めを再開します。ちなみに落ちた穴にたどり着くまでにジャングルを通り抜けていたのですが、バイオーム表は変化なしでした。地図の方は、先ほど36枚目を回収したばかりなので変化なしです。なお、今手持ちの地図は四角で、星の1の地図が紛失した地図です。失った地図が内側の地図だったので、45枚目の地図を作るまで手持ちの地図を入れ替えずに済むのも幸いでした。さて、地図埋め再開して2分経過したところですが、子供のゾンビの声がします。これはウサを晴らすチャンスですね。アイテムロスとしたのは全部きっとこいつのせいです。おお、子供の村人ゾンビじゃないですか。子供ゾンビのスポーン率は 5%、村人ゾンビは 5% らしいので、これは400分の1というレアもののはずです。相変わらず運の使いどころがおかしいわね。それから少し進むと、山岳シースルーバイオームに出くわしました。なんなのよそれと言いたいところだけど、シースルーなのは否めないわ。うおー、表示されたと思ったらなんと隠しトンネルでした。いやーこっちに向かってみてよかったです。これ、ジャンクの表示抜けじゃないですよね。トンネルなのか区別しづらいですけど。あ、ジャングルが尽きてる。あら？自信満々に36枚目の地図でバイオームコンプとか言ってたじゃない。え？ああ、それ言ってた人はジャングルで穴に落ちて死んでしまいました。私の記憶にはありません。地図を4分の1ほど埋めて、ぼちぼちラバのいる場所に戻ろうとしたところで村を見つけました。ただこの村、規模はそこそこあるものの鍛冶屋はないし、砂利道は水に沈んでいるしでちょっと微妙な感じです。さて、ラバと合流したところで今回はここまでです。ジャングルの突然変異の発見はならず、地図の方はぼちぼち正方形になりそうですね。次回は正方形完成までかな、という感じです。死ななければね。それではまたね。バイバイ。